ただいま。突然すみません。宮益坂女子学園2年の朝比奈真冬です。さっき近くで会ったんだけど、雨が降ってきたからちょっと雨宿りさせてあげようと思って。ちょっと、何その言い方。普通に愛理以外の友達はいるから。ありがとうございます。お邪魔します。真冬ちゃん、大丈夫かな？真冬ちゃん、この前来た時、すごく苦しそうだったな。レン、真冬のこと心配してるの？真冬ちゃんは大丈夫って言ってたけど、やっぱり気になっちゃうんだ。この前、お母さんのことで苦しんでたし。心配だね。僕が心配しても、真冬ちゃんが苦しくなくなるわけじゃないと思うんだけど。大丈夫かな？気になるのなら、見に行ってあげてもいいんじゃないかな。何もしなくても、そばにいるだけで、心が温かくなったりするから。レンがいてくれることで、真冬も、少し楽になるかもしれない。そうなのかな？じゃあ、僕、真冬ちゃんのところに行ってくる。何にもできないかもしれないけど。いいと思う。真冬を、よろしくね。まさか、あんたを連れてくることになるとはね。帰ったら課題のこと考えようと思ってたのに。課題？そう、絵の課題。ちょっと難しくて悩んでるんだよね。だから、2、5の作業までにアイディアだけでもまとめようって思ってたんだけど。そう。じゃあ、帰る。は？私がいたら、課題ができないんでしょ。それはそうだけど、別にいいってば。ここまで連れてきた時点で仕方ないって思ってるし。っていうか、あんただって帰りたくないんでしょ？ちょっと、なんとか言いなさいよ。相変わらず何にも言わないんだから。悩んでるのも、多分、親のことなんだろうけど。真冬ちゃん。レン。どうしたの？何かあった？この前、真冬ちゃんが苦しそうだったから、大丈夫かなって。でも、この前よりは、苦しくなさそう？前よりは大丈夫。よかった。それならいいけど。まあ、せっかくだし、
もう少し休んでけば？雨も強くなってるし。ありがとう。でも何？帰らないと。だからどうしてそうなるわけ？家に帰りたくないんじゃないの？帰りたくないというか、家に帰ろうとすると少し冷たい感じがして苦しい。それってこの前みたいなことがあるから？そういうことも親にはっきり言えばいいじゃない。そんなこと言ったら余計に心配させる。もしに行けなかった時も門限を破った時もすごく心配をかけたから。その気持ちはわからなくもないけど、あんたはそれで納得できるの？私はお手洗い借りるね。えなちゃん、怒ってる？別に怒ってないけど、なんでもっと自分の思ってること言わないんだろっていうのは思うかな。真冬を見てると言いたいのに黙らせられてるって感じがするから。えなちゃんは強いね。僕だったら思ってることそのまま言うの怖いなって。お父さんやお母さんみたいな大事な人に否定されたらすごく苦しいから。否定されたら？お前に画家になれるほどの才能はない。それは少しわかるかも。画家になりたいって思って絵を描き続けてきたのに分かってもらえなくて否定されて、あの頃はどうしようもなく辛かったな。親と顔を合わせるのも嫌で、家の中でも自分の部屋にしか居場所がないように思えて、もしかしたら真冬にとってのお母さんもそんな感じなのかな。だから否定されたら嫌だって思って言うこと聞いちゃうのかな。ただいま。真冬ちゃん、おかえりなさい。ねえ真冬、お母さんだ。もしもし、お母さん。今日は友達の家で勉強してて、お互いに小テストが近かったから連絡してなくてごめんね。本当に何なの？親の顔色ばっかり伺って。あんたはそれでいいの？勉強ばっかりさせられて、好きなことは諦めさせられて、パソコンまで勝手に見られて。こんなんじゃますます言いなりになって逃げ出せなくなるじゃない。そしたらあんた自身は何時に帰れるか。ちょっと貸して。はじめまして。いきなりすみません。真冬さんと仲良くさせてもらってる東雲えなと申します。
私は別の高校なんですけど、真冬さんと勉強していたら、ちょっと遅くなっちゃって。それは、もしかして真冬音楽やってること話してないの？お母さんは、私に勉強してほしいって思ってるから。それで昔、部屋に置いてたシンセを捨てられそうになったの。ねえ真冬、その後何か言われたりしてないの？ナイトコードとか曲のデータは見つからないように隠してあったから、多分みんなのことは気づかれてないと思う。そっか、見つかってないならよかった。真冬の話からすると、ニーゴのことは親には言ってないはず。もしかしてパソコンの時と同じで探りを入れてるのかも。それなら音楽ですか？何のことかちょっとわからないんですけど。いえ、私じゃないと思います。エナ。いいから、あんたは黙ってて。私は、真冬さんとは絵がきっかけで知り合ったんです。あいつの名前を使うのはムカつくけど、実は私の父の個展に真冬さんが来てくれたことがあって、そこから仲良くなったんですよ。ええ、東雲新栄って言うんですけど、ご存知ですか？はい、別の個展の時に手伝いをしていたら、偶然真冬さんが通りかかって、父の絵を気に入ってくれて、同い年ってこともあって意気投合したんです。私も真冬さんにはお世話になってます。今日も勉強を教えてもらっちゃいましたし。それで一応真冬さんのお母さんにもお願いがあるんですけど、真冬さんに絵のモデルになってもらえないかと思いまして。はい、父の影響ではないんですけど、私も絵を描いていまして、今回出された絵の課題が真冬さんにぴったりなんです。だからぜひモデルを頼みたいんですけど。ありがとうございます。それで課題を今日中に仕上げなきゃいけないので、今夜真冬さんをうちに泊めさせてもらいたいなって。はい、ありがとうございます。
わかりました。真冬、お母さんが呼んでるよ。お母さん、急にごめんね。わかった。迷惑かけないようにするよ。それに勉強も、今日の分はちゃんと進めておくから。ありがとう。じゃあ、また明日。おやすみなさい。疲れた。これで帰らなくてもいいでしょ。ありがとう。でも、絵のモデルって。ああれはとっさに出た嘘っていうか。まあ、本気でやらせようなんて思ってないから、安心して。そう。わかった。けど、今日は課題できなそうだな。真冬のこともあるし、しょうがないんだけど。時間見て、アイデアだけでも出しておこうかな。じゃ、うちのお母さんにも事情を説明してこよっかな。晩ご飯の準備もあるだろうし。私も行く。止めてもらうなら、改めて挨拶しないと。そう？別に気にしなくてもいいけど。じゃあ一緒に行こっか。